どうもこんにちは、ゆうきです。今日もね、楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら、じゃじゃん。アイバニーズのニューチューブスクリーマー NTS というエフェクターですね。こちらご存知の方も多いと思うんですが、コルグとアイバニーズがコラボして共同開発したチューブスクリーマーです。ベースはですね、親がベースになって、そこにですね、これも結構前になるんですけど、コルグの新しい技術ですね、ニューチューブというですね、これですね、超小型の真空管システムが内蔵されており、とてもですね、アンプライクなヘッドルーム豊かな真空管由来のですね、サウンドをこのチューブスクリーマーで楽しめるということでですね、非常に話題になったペダルです。さっき YouTube って話が出てきたんですけど、YouTube はですね、コルグとですね、ノリタケ伊勢電子の共同開発で作られたちっちゃな真空管ユニットですね。チューブスクリーマーのサウンドをですね、真空管ライクな音で楽しめるということで、非常に評判がいいんですけれども、公式ホームページによるとですね、一応生産完了品になっておりますので、今後もしかしたらなくなっていくのかなっていう気がしております。ですが、今、現時点でですね、Amazon だったりでですね、まだ買えるみたいなので、ぜひね、この機会に、これを買っときたいなという方はですね、チェックしてみてください。商品のリンクはですね、概要欄に貼っておりますので、詳細ご確認の上、ご入検討してみてください。チューブスクリーマーなんですけど、結構ね、非常に特徴的な見た目ですよね。ここに真空管のユニット。ここ電源を入れたら光るんですけど、こういうのがついてたり、あとはボタンだったり、筐体の感じっていうのは TS 八百屋のイメージですね。このデザインも。で、色は白と緑で、非常にかっこいい見た目になっております。僕ね、チューブスクリーマーの見た目結構好きなんですけど、この NTS のね、デザインはとっても好きです。この白ベースで緑アクセントっていうのはね、とってもかっこいいと思いました。で、さっきお話しした真空管なんですけど、やっぱ真空管っていうとですね、結構寿命の問題とか、その辺はどうなんだっていうところは気になるところあると思うんですけど、この YouTube ですね、この小型の YouTube は低電圧でも使えるらしく、消費電力も非常に少ないということです。そういうところもあってですね、YouTube 自体の製品寿命は非常に長くて、3万時間以上に上るそうです。なので、結構ね、真空管の消耗品としてですね、寿命はそんなに気にしなくていいのかなと思います。非常にね、長く使えるようです。そしてね、筐体で特徴的なところといえばですね、真空管以外にもここにですね、ミックストノイというのがついておりまして、ミックスでオーバードライブクリーンってありますね。これでですね、歪みとクリーンのですね、ミックスですね、バランスを調整することができます。で、これがセンターの位置になっていると、従来のチューブスクリーマーのミックスの音になります。で、これをですね、CL ですね、クリーンの方に振っていくと、より、クリーンのミックスが強くなると。で、これをですね、OD というですね、方向に振っていくと、歪みがより多くなるという感じですね。クリーンのミックスがなくなって、歪みが、強調される感じになります。で、どちらにしてもですね、どちらに振っても、ミッドレンジに寄った TS の音っていうのはそのままに使えます。ですので、歪ましたかったらマックスにして、ガンと鳴らしてもいいし、あんまりですね、歪みを出したくなくて、クリーンにしたいんだったら、左側ですね、クリーン側に振ってもらって、ブースターとしてでもね、使うのがいいんじゃないかなと思います。それでもね、ミッドに寄ったですね、TS の音になりますので、こういう使い方も非常にありかなと思います。その辺は後で音を見ていきたいと思います。そしてですね、この商品ですね、電源をですね、18V に昇圧して使うこともできます。そうするとですね、ヘッドルームとですね、ボリュームが増した、サウンドになるということです。ただですね、従来の TS みたいなですね、トラディショナルな音を目指す場合はですね、9V にしたり、電池駆動っていうのがおすすめです。そしてですね、こちら、安心の、メイドインジャパンになっておりまして、これね、公式ホームページでも謳われておりまして、日本製だそうです。その辺もね、一つ安心なところといいますか、製品の品質は安心できるかなという感じです。で、ここ最近ね、アイバニーズのミニペダルですね。チューブスクリーマーミニ、TS ミニとか紹介してたんですけど、あの辺はですね、やっぱり電池駆動ができないのでね、使い勝手としては、電池駆動したいなっていう思いはあったんですけど、このですね、フルサイズの TS にはやはり、ちゃんと電池駆動できるようになってますので、その辺も一つ安心かなと思います。という感じでね、見てきました。ニューチューブスクリーマーですけど、一体どんな音がするのか、どんな使い勝手なのか、どんな風に光るのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。僕の動画ではね、こんな感じでエフェクターの紹介だったり、ギターの紹介だったりやってますので、ぜひね、チャンネル登録していただいて、またね、後半も見ていただければと思います。ということで、行ってみましょう。ではですね、早速 YouTube スクリーマー NTS のですね、音を見ていきたいと思います。ギターはギブソンの ES335 からですね、こちら、先ほど紹介したアイバニーズの YouTube スクリーマーに入りまして、そこからですね、アンプですね。こちらの動画で紹介したコッホのペダルトーンというプリアンプに入っています。でそこからですね、ラインアウトで収録しております。これね、今、電源挿したらですね、ここ光るんですけど、今オフの状態です。で、バイパスの音はこんな感じです。
こんな感じです。まず全部12時の状態でですね、オンしていきたいと思います。電源は 9V です。では、いきます。今335のリアピックアップですが、結構歪みますよね。とってもいい感じです。ちゃんとね、アンプライクな感じというか、コンプレッション感も感じるし、歪みのニュアンスも非常に出て、とっても気持ちいいです。とってもいい感じです。つまみを増していきたいと思います。まずこちらですね。ドライブつまみ。ここですね。これは単純にドライブが上がっていきます。まずはですね、センターの位置ですね。これを上げていくと、結構歪みが増えますね。下げていくと、こちら歪みがなくなってきますね。このドライブ幅っていうのは可変はあんまり大きくないような気がします。このドライブつまみはですね、マックスにしても、結構歪むんですけど、ミニマムにしたからといって歪みが全然なくなるかというと全然そうではなくて、ミニマムな状態でも結構歪んでくれる印象です。そしてですね、ニュアンスはやっぱ出しやすい気がします。優しく弾いた時にですね、歪みの量が減る感じがとっても好きです。この差がとても気持ちいいですね。ドライブがマックスだったら、ドライブマックスでも結構出るんですけど、より優しく吹いた時にクリーンにしたいんだったら、ドライブはですね、結構低めにしてあげるとやりやすいかなと思います。とってもいい感じです。よりですね、クリーンだったり、歪みの量をですね、調整したいという時は、ここにミックスつまみがありますので、ここをですね、OD 側に振ってあげると、ミックスがより歪みに触れます。クリーンに振ってあげると、よりクリーンに触れる感じですね。このドライブと、このミックスつまみで、歪みの量を調整してあげるといいかなと思います。こちらね、ミックスは12時の状態が、従来のですね、TS のミックスの量となります。では、この状態で、ミックスつまみを回していきたいと思います。まずはじゃあ、今、12時の状態です。ここですね、OD の方に、こっち側にですね、振り切ります。そうすると、クリーンがなくなってですね、ミックスがですね、歪みにすごく触れるんで、結構歪みますね。で、こっちクリーンに振ってあげると、よりですね、クリーンに触れる感じになります。ですので、オーバードライブのですね、量を調整したいときは、このミックスでですね、グリーンに振るか、OD に振るか、このオーバードライブつまみと合わせて調整するのがいいかなと思います。じゃあ、このドライブも振り切って、OD 側に振り切った状態の歪み、これを聞いてみたいと思います。ではですね、こちらのドライブつまみもミニマムに振り切って、こちらのミックスもクリーンに振り切った場合というのは、こんな感じになります。クリーンブースターとして使いたいときとかいいですね。あとはですね、一般的なチューブスクリーマーと同じですけれども、こっちがレベルですね。12時の状態だと、ボリューム上げると、ボリュームが上がります。で、下げると、レベルが下がります。そして、トーンですね。上げると、トーンが上がります。シャリシャリした音になる感じですね。で、下げると、ハイがなくなって、ちょっと後ろに音が下がったような感じになります。効きも非常に良くて使いやすいです。はい。いかがでしょうか？ YouTube スクリーマーの音です。個人的にはね、アンプライクの歪みがとっても気持ちよくて、かなり気に入りました。で、ピッキングのニュアンスがすごく出るので、これダイナミックスもしっかりつけれて、優しく弾いたらクリーンになって、強く弾いたら歪むというですね、真空管の特性が非常によく出てます。
こういう感じがね、めちゃくちゃ好きです。個人的にはですね、オリジナルのチューブスクリーマーよりですね、結構レンジが広くて、オリジナルのチューブスクリーマーとかとはですね、やっぱりまた別物として考えた方がいいのかなと思います。ではですね、じゃあ次にですね、ブースターとしてどうかっていうのをですね、見てみたいと思います。先ほどのコッホのペダルトーンというプリアンプですね、こちらで歪ませて、NTS はですね、ブースターとして使いたいと思います。アンプの歪みはこんな音ですね。これに前段に置いたチューブスクリーマーをオンします。めちゃくちゃいいです。もう一回アンプの音ですね。これにもう一回アンプの音。で、チューブスクリーマーをつけるとこれね、伝わりますかね？めちゃめちゃ気持ちいいです。真空管アンプをですね、結構強く歪ませたみたいな感じがですね、しっかり出てくれてて、とっても気持ちいいです。いいですね。個人的にはやっぱりですね、アンプはちょっと歪ませた状態、クランチ気味で作って、で、ブースターとしてですね、こいつをつけて、ハイゲインサウンドだったり、リードサウンドを作るっていうのが、とってもいいんじゃないかなと、個人的には思いました。まあね、今更ではありますけどね、やっぱりこのニューチューブスクリーマーですね、めちゃくちゃポテンシャルのあるいいエフェクターだと思いますので、製品がですね、市場からなくなってしまう前にですね、購入検討してみてはいかがでしょうか。というところですね、NTS はとっても素晴らしいエフェクターでした。はい。いかがだったでしょうか？めちゃめちゃいいですよね。僕結構好きですね、これ。真空管ライクな、コンプレッション感だったり、歪みの感じだったりっていうのはですね、非常に気持ちいいです。僕はね、結構、歪み抑える方が好きなので、ちょっとクリーンに寄せて、使うのがね、好きなんですけど、それでもね、ちゃんと TS らしい音がですね、再現されておりまして、めちゃくちゃ良かったです。そうですね、見た目もですね、筐体のこのデザインもかっこいいし、光らした時の、これですね、真空管ユニットのですね、ここもめちゃくちゃかっこいいし、とってもお気に入りです。でね、冒頭にも申し上げましたが、こちら生産完了品になっておりますので、試したいとか持っておきたいって方は、今のうちに、Amazon だったり、お店も在庫が残ってれば、買えると思いますので、今のうちに買ってみるのはどうかなと思います。という感じでね、本日は YouTube スクリーマーですね、NTS を紹介していきました。僕の動画ではね、こんな感じで、アイバニーズのエフェクターの紹介だったり、あとはボスのエフェクターの紹介、あとはですね、ギターの紹介だったり、あとはバンドマンのエフェクターボードの紹介なんかもね、やっておりますので、ぜひね、この機会にチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いできるととっても嬉しいです。ということで本日はアイバニーズの YouTube スクリーマー NTS の紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。ゆうきでした。じゃあね。バイバイ。